居合っていうのは現実よりもレベルの上の人がやる。だって一人稽古でしょ、相手がないんで、一人で勝手にやっていいんじゃなくて、一人でやっても相手との関係を作った稽古ができるというレベルのことなので、現実をやるよりもレベルの上の人がやる稽古、位置づけなんですよ。そもそも刀剣自体がものすごく高価な品物だったでしょ、江戸時代なんか。みんなは打てないんで、町民農民が武術稽古してたって、なかなか打てないので、ましてや侍が持ってる特権だったわけでしょ、台頭するということ自体が。で、侍はこういう長刀、長いのあと短刀、あと合口という3種類の刀を持ってたら、外行くときは短刀と長刀、二本差し。お城へ行ったら、長刀は預ける場所があって、そこへ預けて、短刀は刺して執務をしたわけ、仕事をね。それはしてていいわけ。やっぱ執務中も何かあったら、殿を守るためにね、駆けつけなければいけないんで、普段は事務しているわけでしょ、侍は。後ろへ行ったらね、短刀を刺して。で、また帰るときは長刀を刺して帰って、家に帰ったら、短刀も長刀も置いて、合口を刺す。家の中でも刀は侍は、そういうもっと短い刀のことを合口って言うんですよ。家の中でも持ってた。という意味で、刀を持っているというのは侍の特権であり、証なんで、刀を常に腹に刺しているということが、その人の精神や行動、体の使い方にもね、大きな影響を及ぼしたと思われますね。そういう意味で、刀を使った稽古というのは、昔はレベルの高い人しかやらなかったとですから、それなりにむやみやらなくて、いろんなルールがあって、やっていくということ。刀を抜く。刀っていうのは、こういう特殊な形してるわけよ。こういう反ってるっていう。この反ってる特殊な形をしてる刀を、また入れてる鞘という入れ物との関係を素直に自然に刀を落とす時もこういう形を素直に、だから刀を扱うことを通して自分の体や精神を自然に、自分の我があるとこれを壊しちゃうでしょ、ガタガタガタ。力や無駄な精神や癖があると自然にっていうのができないので、刀の木刺しや振りを通して自分の体を自然に整えていく瞑想のようなもの、それが嫌です。もちろん技術もね、覚えるわけだけどね、そういう意味でレベルの高い、そういう